Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Rumoi Habolo Olalan Kaiwai 9 Des. それでは早速 Let's get it started. 1. Tomama Aa. Kokakapiu. 西海道苫前ホワイトビーチにございますココカピューさん。ココカピューさんはウニ漁師さんがやっているお店なので、取れたてのウニがいただけるお店として人気なんですね。はい、値段的にもこりゃもう漁師さんじゃなきゃ無理でしょうっていう値段で出してくれはります。ただ塩水ウニや折り詰めされた加工品は一切使わないので、海がしけたりウニ漁ができない時にはウニがありませんのでね。まああるかないかは。こちらではまだ一度もウニにはありつけていない飯旅ーズ、不甲斐ない限りでございます。だからってここでカツカレーはないっしょ。ねえ、ニシン焼き定食食いたかったな。諸事情がございましてね。もう長女いなんだから、うちのおっさんの情けない諸事情に関してはもう北海道爽やカフェでご覧ください。はい、焼き魚も美味しいですよ。ここカピューさん。お母さんおすすめのソーハチカレー超美味しかった。ホタテのお刺身にホタテのお味噌汁、卵焼き、小鉢までついで。東北の人か。アンダー1000円。すごいっしょ。ウニ食べに来たんだけど、ウニはあまり得意ではない私にとっては嬉しい誤算。大満足であります。なんで得意じゃないのにウニって大人の事情ってものがあるじゃないですか。食べたいものだけ食べてるわけじゃないんですよ。うちのおっさんがいろいろうるさいんでね、絵面だのバランスだのなんだのかんだうのだのだのだのって。なんか言った？今年バフンウニ不良の2024年にバフンウニ丼5000円ってのは最安値クラスでしょ。紫ウニが3500円。まだ同等調査には行ってないけど、日本海側ではこれ安いと思う。安いね。森もモリモリっしょ。カツカレーも美味しいよ。2. Rumoi. Karizai on. 2004年オープン。留萌駅から徒歩10分くらいにありますスープカリーのお店。 Google に音声入力するとなぜか軽井沢イオンと認識されてしまうのは私の滑舌の悪さからか。Google さんのボケもなかなかの腕前だよね。大爆笑さ。軽井沢はちょっと遠いかなってね。名寄のプリン屋さん行こうとした時は南米の地図出してきたからね、 Google さん。はいはい、ブラジルってお店だったからね。時として思わぬハッピーをくれる Google さんでございますね。楽しい。こちらはミシュランガイド北海道特別版2017でビブグルマンに選出。なんと北海道で唯一スープカレーの部門で掲載。去年はアナログ百名店にも選ばれてるんだそう。ルモイですごいですね。楽しみですねこれ。札幌でも最近ムムってお店多いですからね。こちらの人気は王道のチキンと、常連さんにはニラ豚が人気なんだって。ニラ豚？うまそうだね。グリーンニラ好きじゃないんだっけ？あったもんでしょ。そうだった。今回は初めてってことでね、スープカレーのいわば物差し、ド定番のチキンを頂戴いたします。はい。辛さは10辛まで選べて、2で中辛くらいだそう。若干辛さ欲しいのでね、3でお願いしました。送りバントで安全策ってとこだね。見た目は至ってシンプル&オーソドックスなスープカレー。見た目通りというか、一口目のガツンといったインパクトはないんだけども、野菜の甘み、旨みの後にスパイスの辛さがほんのりくる優しいスーカリ。なんといってもしょっぱくないのが嬉しい。嬉しいね。で、しょっぱくないって喜ぶのも悲しい現実なんだけどさ。だよね。それだけ濃い味さんが蔓延してる今日この頃、中年にはきついのよね。しょっぱいはもうええって。外食するなら濃い味に甘んじろっていう声が聞こえてきそうだけどね。味は足すはできても引くはできないんだからさ、控えめにしといていただきたいわね。チキンもホロホロ、フォークを一刺しするだけでほぐれちゃうあっさりだから、スプーンを持つ手が止まらない系。最後まで飽きずに食べられるスーカリ。これは皆さん来るのわかるわ。おいえ、それでこそスープカレーっしょ。ニラ豚行ってみたいっすね。マジ。ちなみにミシュランガイド2017北海道版で3つ星を獲得したのは3件。2つ星は13件で、1つ星は60件。1000円台程度の料金でコストパフォーマンスが高い飲食店レストランとして評価されるビブグルマンは全116件紹介されました。
年を取るのって大変なんだね。年を取るのはもうすっごい簡単なんだけどね。3. Rumoi Okashino Ikuan 創業59年になるルモイの老舗お菓子屋さん。何やらに心配になるものがあると聞きつけてやってまいりましたよ。に心配ないからね。いや、あるって心配ございませんよ。に心配はあります。もみ消されないかな。これに心配は初代2代目3代目とありまして、ニシン漁で栄えた留萌の歴史を現代に伝えるためにと考えられたのが初代に心配。初代を進化させニシンパウダーを使用し風味豊かに包み上げたのが2代目。3代目はニシンパウダーと数の子を使用したプレミアムニシンパイなんです。あれ、ちょ待てよ、初代はニシン入ってなかったのかな。ほら、なんてこと言うんだ。で、そういうことなのかな。Anyway、ニシンパイ、ニシンパイの刺さったソフトクリーム、バニラもあるけどやっぱシャインマスカット選んじゃうよね。っていうかシャーベット状のソフトでこれさっぱりしてていいね。ルモイに来たら食べるっしょ、歌いながら。心配ないからね。4. Abila Sumile オビラの大人気食堂すみれさん。お昼時に店前通ったらすんごい人でしたね。はい。飯旅ビーズ的にはこちらのお店夜も営業してるので、いつも夜狙いです基本。そう、昼間は大行列なんで、温泉サウナで整えてからの夜に訪問が飯旅流。だって夏の昼時はすんごい行列だもんね。なぜか雨率 100% のすみれさん。あ、そうだ、いっつも雨なんだよね。我々としては珍しいんですよ。昔から俺はウルトラ晴れ男でね。雨予報でも晴れる的なね。そうそう、ゴルフよくやってる頃よりシーズン120ラウンドぐらいしてたんだけど、雨3回しか降らなかったからね。どういうこと？そういうこと。それだけ晴れ男ってこと。だけど今日の雨すごかったね。いや、マジすごかった。雨風雷、バケツひっくり返し西堀家、風で車ゆっさゆっさ揺れてて、なんかしてると思われちゃうような嵐だったね。田舎は逃げ場がないから車中泊にはちょい怖いよね。立教の高架下とか立中とか一切ないからね。まあ怖いと言いながら私は爆睡しちゃいましたけど。マジ助かるわ、よく寝る子で。でしょう。今回も本日の海鮮丼に味噌ラーメンをチョイス。おじさんはちょっとだけよシリーズからちょっとだけよウニ丼をウニ調査も兼ねてるんでね。よは書いてないこれ。はい、ちょっとだけよと言いながら前回のイクラといいね、ちょっとじゃないんだよね。はいはい、これはお得じゃないですかね。じじいだからこれで結構お腹いっぱいになりますよ。去年から値上げしてないのがびっくり日本新記録だわ。今年はどっこも値上げラッシュだもんな。そのせいか海鮮丼のネタもちょっとグレードダウンしたかもしれませんね。たまたまかもしらんけど。そっか、そっちね。ウニは美味しかったですね。これ紫ウニだけど部分によっては馬糞並みに甘かったですね。オビラのウニは甘いんかな。部分って一緒でしょ。ウニは黒ずんでる部分と綺麗な黄色い部分では味は違う気がするよ。見分けづらいけどオスメスでも違うんじゃないかな。そうなんだ。しそレモンラーメンってのが気になりすぎてまた来たいね。地元の人たち食べてた肉系もやばいよね。丼からはみ出しまくってたあれはなんだ、カツ丼なのかな。やばみさ。5. ニューヨーク Tomama A 温泉ふわと。道の駅ふわっととま前に併設の温泉付き宿泊施設、日帰り入浴もできますんです。ここは何と言っても空いてるのがいいですね。そして温泉はしょっぱいの。塩分を多く含むナトリウム塩化物強塩温泉で保湿効果もすごいんです。ツルツルのポッカポカ。サウナは広くはないけど90度は常にキープ。露天の外気浴はもちろん個室でリラックスルームがあってね、涼しいんです。日本海を眺めながらゆっくり整えるのは最高でございますね。晴れた日には手売り矢切尻の両島が綺麗に並ぶ夫婦島や遠く利尻島も見渡せちゃうナイスビューでございます。ロビーにはレストラン、2階にはワークスペースも開放されていて、
編集まではかどらせていただきました。はい。車中ハッカー YouTuber には最高の施設でございます。マジ助かるここ。ね。 6. Today's Katsu Curry. Rumoy. Curry Thai Show. 視聴者さんからのタレコミカツカレーをいただきにルモイまでやってまいりましたよ。楽しみですね。嬉しいですね。今回は Google さんもすんなり案内していただきましたと到着すると、あれなんか来たことあるぞってね、全く味は覚えてないんだけれども、店の看板を見てうっすら記憶が、全然蘇りません。ボケるにゃ早かろう。多分20年ぐらい前だと思うんだけど来てる気がする。はいはい、初心でお願いしますよ。初心で。こちらはカレーメインの食堂ですが、メニューにコロッケの文字がね、コロッケが気になって仕方ないカツカレーおじさんでございますが、本命のカツカレーをブレずにいただきます。私は生姜焼きをいただきます。結構甘じょっぱい白米が進む味付け、お母さんの味って感じで、どこか懐かしい。お肉が食べても減らないの。これ付け合わせのキャベツこんもりも嬉しいね。隣のご夫婦は70代ぐらいかな。2人ともカツカレーを注文してびっくりしたぜ。ねえ、しかも父さん甘口なのにさ、母さんは私から口ねってね。結構辛いんですよ、ここのカレー。なのにさ、涼しい顔しながらもくもくと食べてるし。片や父さんは福神漬けを奥さんによそってあげーの、サラダはドレッシングかけてあげーのって優しいわ。ほっこりする。あのお母さん幸せだわ。横目で見るのはやめてもらっていいですか。 7. Rumoy. Sennali Ya. 創業1955年という老舗お菓子屋さん。千客の椿坂さんの奥さんが何やら何かのお返しかな。大量にお買い求めになってるんで、しばらく店内で待つ間いろいろ物色しておりますと、また勝手に名前つけないでよ。本当に椿坂さんって方だったら困るでしょ。あ、そっか。楽しいお菓子がいっぱい出てきましたね。和三本からいろいろものすごい数の商品アイテムがあるんですが、中でもこのひっくり返したソフトクリームってのが非凡ですね。それは商品ディスプレイでしょ。ひっくり返したソフトクリームのね。違う。前回チーズ豆腐、緑茶豆腐という名のお菓子をいただいて美味しかったので再訪したのですが、今回豆腐シリーズにキャラメル豆腐という新シリーズができておりました。他にもメーカー大量もっこやらテトラポットなるテトラポット型のお菓子も編み出すという斬新。このご時世ケーキがほとんど300円といろいろルモイには欠かせないお菓子屋さんなのではないでしょうかね。テトラポット超気になるけどバラ売りはしてなかったんでね、今回は夕日の歌とルモイの乙女をゲット。夕日の歌はアーモンド風味のバター生地にレーズンを入れてホワイトチョコでコーティングしたサブレサンド。コーティングでしょ。ずっしりボリューム感があってかなり美味しいやつでしたよ。ねえ、私これ好き。ルモイの乙女はね、お、ツツジの花は青春の色。その赤い炎が燃えるとき、我が心は燃え立つツツジの香りは青春の香り。その優しい甘い蜜を求めた人は歌う愛のリフレインよ。リフレインってルモイの町の花ツツジ、バター生地の中に生クリームを練り込んだ白あんを入れホイル焼きにしたメーカーをぜひご賞味くださいってホームページに書いてあるの。なんかシュールだね。詩人だね。クエスチョンマークが商品の説明に書いてあるの初めて見たよ。ちなみに夕日の歌にはオロロンラインを旅する多くの人たちが遠く水平線に沈む夕日に感動、時を忘れ希望を取り戻すって書いてあるんだ。面白いね。なんかダバダ合いそう。ほんまや。その大いなる夕日と黄金岬の岩礁を連想させるボリューム感のある夕日の歌。アーモンド風味のバター生地にレーズンを入れてホワイトチョコでコーティングしサブレでサンドしました。 8. Rumoy. Akima Akae Ramen. ルモイ駅前の超人気ラーメン屋さん海栄さんといってもお昼時の駅前なのになんか様子がおかしいぞ。
ねえ、びっくりしましたね。 JR 廃線になっちゃったんですね。留萌も駅の立ち食いそばも食べようと思ってたのに残念ですわ。ねえ、寂しいね。なんか留萌よ、留萌結構メジャーなシティでしょ、北海道では。ねえ、都心一極集中をどうにかしないとやばいよね、全国的に日本は。そんな哀愁に包まれた駅舎の真ん前で、こちらは開店からすごい勢いでございまする。相変わらず人気っすね。超作業効率の海江マスター、やっぱり100個丼積んでたもん。やっぱりすんごってマスターなの？パパはいつもラーメン屋さんの場合、大将とか親父っていうのにね、珍しい。なんかここの場合はマスターってのがピンとくんだよね。前回は醤油と味噌のハイブリッドラーメン海江スペシャルが美味しかったんでね、今回はリードオフの醤油にチャレンジです。前回はスペシャルの味噌と醤油のミックス食べたのよね。で、醤油はいかがでした？美味しい。旭川っぽい醤油だね。うまいスープが香り高く、醤油がまろい。美味しいやつだ。麺は小麦香る低加水タイプの細縮れ麺。これは札幌にも欲しいタイプのラーメンですね。ぜひぜひ。でもさ、なぜリードオフっていうの？そもそもリードオフって何？野球用語じゃないの？リードオフは先頭に立つって意味で、野球では1番バッターのことを指してよく使うんだよね。そっか。それで大谷翔平はドジャースのリードオフメンとして大活躍しちゃってるってわけね。大谷翔平をラーメンみたいに言うな。ラーメン屋さんのメニューの一番上には、その店の一番自信ある売りたい味のラーメンが書かれていることが多いと思うんだよね。なるほど。それで初めて行くラーメン屋さんでは、そのリードオフラーメンから食べるってわけね。 That's right。 でもこれは味で勝負してるお店限定の選択法だから気をつけて。そうなの？黙っててもお客さんが来るような観光客ホイホイゾーンではいささか違ってくると思うんだよね。あとウェブ情報では甲斐さん夜の営業時間が書かれてるんだけども、やってないことがあるようなんです。ちょっと正確にはわからないんだけども、夜やってなかったんでね。はい、ご注意くださいませ。9. Habolo Katano Nishan Ya-san。 羽幌でお安く海鮮丼が食べられるこちら北野に深夜さん、飯旅ーズではおなじみですが、っていうかここに定期的に来るためのオロロンラインと言っても過言ではないわね。んだ、エビ好きのかみさんを喜ばせるためにね。あら、なんとかかんとか言っちゃって。はい、自分でも食べたいんでありますなんと今回羽幌産ウニが激安で売られておりましたね。はい。この日は特売日ってのもあったけれども、かなり安かったですね。ここと柿崎商店はもうテリトリー内にあってほしいといつも思うわけ。ギリテリトリー内だと思うけども、ちょっと遠いかな日帰りはできなくまやこんだけどね。片道3時間半くらい、なかなかテクマクまやこんよね。やはり若干値上げしておりましたが、良心的じゃないですかね。さすがは北のニシン屋さんだ。エビの本数はちょい少なくなりましたが、食べやすく尻尾まできれいに剥いてくれておりましたね。真ん中にはゴジラエビが鎮座しておりました。これは珍しいです。初ゴジラ？初ゴジラ、甘い。これ今度は絶対ゴジラエビ買って帰ろっと。甘いんだ。甘い。見かけによらず見た目はさ、なんかいかついから怖かったんだけど、牛ね、小鉢3個にお味噌汁にはウニまで入って。まさかよ、ウニが不良だって言ってて味噌汁にウニは入れてないっしょと最初うちのおじさんは信じてくれず、この味噌汁の中のウニっぽいのは何ですかって聞いたのね。何でも確認するタイプの飯旅ーズ。したっけ？ウニですってね。そう失笑してたギャル店員たちでありました。味噌汁にウニってのは贅沢だよね。ねウニ丼も半折り分ぐらい乗ってるんじゃないみたいな量ウニが乗っかってて、これで1500円はすごい。そしてうまい。やっぱこの辺のウニは紫でも甘い気がする。そりゃあ羽幌来たら北のニシン屋さんはますます外せないっしょ。だっていうか、だって北のニシン屋さんが目的地だからね、羽幌は。そっか、そうだよ。だよ。Jakaino Meshatabi wa Gachi de Mata Tabathai。Malolan Kaiwai the best des。
O tanoshimini. See you soon. そういえば、羽幌の住宅街で天パの猫いたよね。ドラ猫ね。すんごいすばしっこくて映像撮れなかったんだけどさ。ドラ猫にチラッと映ってたけど、ドラ猫。うんうん。小さすぎて分かんなかった。出た。親父ギャグ。一瞬過ぎたから、あれは果たして天パなのか？はたまたパーマをかけた猫なのか。都会に出て大スターになれるかもね。あの猫。なんで？目指すは猫版大泉洋。怒られるぞ。お後がよろしいようで。ててん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 。山田くん、座布団1枚あげて。座布団持ってけ。あれは何だった？爆毛の猫。ね、すごかった。実は高級なあれなの、血統書付き猫。本当は野良ではいけないちょっと高い猫だったのかもしれないね。ね、モフモフちゃん。ちょっとレゲエの人みたいなやつ。